あとは、社長との関係性とかじゃないですか。いきなり辞めるんだったら、ダメだなと思いますし、今まだそういう会社があるから、隣の芝生が多くなるわけですよね。こんにちは、まんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくりや育成術など、役に立つ内容を話しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さて、今日は今回もですね、僕の会社結構激動でした、今。最近幹部クラスの社員が突然退職するケースが増えていて、何が起こってるんだっていう話なんですけど、ただちょっとその人たちが辞めてく理由、離職する理由っていうのがちょっとわからなくて、その理由が結構気になってるんですよ。なんで辞めてくんだろうな、みたいな。こんなに突然。ちょっとモン社長にその理由をちょっと深掘りというか、お伺いしたいんですけど、なんか考えられる要因として、どんなことが挙げられますか？もうちょっと情報が必要ですけどね。でも本当いきなりっすね。幹部クラス2人かな？先月。突然辞めてって。で、僕ぐらいの関係値だと全然その理由とかもわからないんで、すごく気になってるんですよ。基本的には会社のフェーズとか、業績がいいのか悪いのかとか、あとは社長との関係性とかじゃないですか。どのぐらいの幹部なのかわかんないですけど。確かに今会社のいろいろ切り替わるフェーズではあると思うんですよね。なんですけど、だからって辞めちゃうんだとは思ってて、会社がいろいろ変わるタイミングで給与面なのか、待遇なのか、そういうのが変わったから、じゃあ違うとこ行こうみたいな感じで辞めてっちゃうんですかね。包括的に考えると、一つはやっぱり結果が出ないから、結果が出てないから、もしくはこの先結果が出そうにないから、これの言い方は一個ありますよね。例えばですけど、なんかやっぱり中小とかベンチャーはしょうがないんですけど、ある程度プレイングしてきて、プレイしてきて、優秀な成果を残してきた人が、マネージャーというか幹部になるパターンってすごい多いと思うんですけど、でもやっぱりその、プレイヤーの時とマネージャーの時って、正直プレイヤーで成績が良かったからマネージャーで絶対成績が出るかってそうではないわけですよね。なので、やっぱりマネージャーとして成果が出てない時は、やっぱり社長としても頭に悩ませますし、何よりやっぱ本人が今までプレイヤーとしてめちゃめちゃ貢献できてたのに、いきなりマネージャーになって成果出てないと、大体メンタルくるわけですよ。やべえみたいな。これってできないやつなのかなとか、昔はあんなにできたのに今なんでこんなできないんだろうとか、なんか申し訳ないとか、もしくはもう昔はすごい尊敬してくれる人多かったのに、今はなんかもう大丈夫かあいつみたいな目で見られてるとか、結構本人がメンタルきますよね。成果出ないと。もしくはもうそれか多責にするじゃないですか。俺が成果出ないのは人とか物とか、会社とかね、せいだとか。とにかく成果出なかったら言いづらいわけですよ。どんな理由にせよ。もしくはそのフェーズの切り替えとかだったら、今までは結果残せたけど、この先こういう例えば会社の方針が変わってとか、やり方が変わる中で、この人結果出せないだろうと思われてる時に、条件がいまいち上がらないとか、役が降りるとか、移動を打診されたとか。なので、そういう時はありますよね。給与面とか待遇面とか、そういうので辞めてっちゃったのかなとは個人的に考えてるんですけど、そのモン社長が思う、その幹部クラスが辞めてくっていうのは、どうなんですかね？今結構先ほどもお伝えしたようにフェーズが切り替わってるんですよ、うちの会社。幹部クラスがどんどん辞めていくっていうのは悪いことなんですかね？いや、一概にはそうは言えないですよね。やっぱ会社のフェーズが切り替わるときでやり方いろいろ変えようとか方針変えようっていうときは、やっぱりね、一定辞めていく人たちとかって、事実出ますし、うちだけじゃなくて、やっぱ歴史も解いてみて、他の会社見てみても、やっぱり一定いますから、別に悪いことと限る必要はないですよね。アップルさんもそうでしたか？フェーズが切り替わるタイミングで。そうですね。全然あります。本当ですか？それって結構、何が理由なんですかね？やっぱ一つは、先ほども言ったようにやっぱ結果出ないからですよ。やっぱフェーズが変わってやり方変わってとか、先ほども言ったようにプレイヤーで成果残してたけど、マネージャーになった瞬間に全然結果出ないとか、そしたらこっちもやっぱり結果出ないんで変えざるを得ない時もありますし、なんかやっぱ話していくうちにも
結果が出ないけど、すれ違っていくこともありますし、会社も本人もうまくいってれば、多分あんまないんですよ。そうですよね。会社の規模が変わっていったり、やり方が変わると、幹部に求める能力とか、求める事柄が変わってきたりしますよね。だから、例えば30人の会社だったら、幹部でよかったけど、300人の会社の時に、同じ能力のままだったら幹部になってても、ちょっと微妙だったりするわけですよ。本人もね、あんまりその望んでないとか、いろんなパターンがあります、全然。あとなんかありますかね。だからこれも先ほど言ったとおり、社長との関係性というか、会社がある程度人数がいたら上司との関係性ですよね。幹部が社長の直下だったら当然上司と社長ですし、上司とか社長とかの関係性、これが悪化するとやめますよね。当然だから。でも幹部クラスがやっぱ突然辞めていくっていうのが結構下の僕らからしたら衝撃で、結構みんなざわざわしてるんですよね。それは、突然っていうのが、僕からすると別に本人たちが辞めることは悪いことじゃないと思うんですよ。他でも話したことありますけど、例えば会社を辞めるということ自体は別に悪でも何でもないじゃないですか。その人の人生からしたら別にプラスかもしれないし、辞めること自体は悪いことじゃないんですけど、例えば突然辞めることが本人の意思とか都合でいきなり辞めるんだったら、ダメだなと思いますし、もしくは会社と話し合って、言い方ですけど、別にすぐ辞めてもらった方が、会社にとっても本人にとってもプラスだと判断して合意したんだったら、それで別にしょうがないのかなと思いますし、それは本当に内容によりますけど。なるほどですね。あと、キャリアアップを意識してるのかなともやっぱちょっと思ったりもしてて。だから先ほど言ったように、自分の都合とか意思でいきなり辞めるんだったら、キャリアアップ志向だとして、一つあるとしたらヘッドハンティングされたしかないですよね。本当にキャリアアップを志してて計画してたんだったらいきなりはやめないですよね。一定いつまでとか決めてると思いますけどね。なるほど。いろんなじゃあ要因が考えられるんですね。もう社長が考えるのはやっぱその2点ですか？そうですね。ほとんど、だからこれに帰結すると思うんですよね。僕の会社は今フェーズが切り替わるタイミングなんですけど、そういうタイミング以外で幹部クラスが辞めていく要因とかっていうのは考えられるの？それは幹部だからとかじゃなくて、シンプルに従業員と同じで、人間関係の悪化とか、社長の関係性とか上司の関係性と一緒ですけど、人間関係か、あとライフイベントで何かあったか、それこそ親の介護が必要になって実家に帰んなきゃいけないとかね。そうですね。一般社員と変わんないと思いますけどね。なるほどですね。ありがとうございます。僕結構他の要因もあるのかなって考えてるのが、ワークライフバランスの欠如とか、例えばちょっと僕らの会社ってフレックス制とかリモートワークとかっていうのが全然進んでないんですよ。結構そういう意味では、働く環境がすごくアナログな会社で、そういうのもやっぱ他の会社と比較して、ちょっと遅れてるから、もう少しちょっと働き方の環境がいいところに行こうって言って移ったりとか、そういうのもやっぱ多少ないともあるのかなと思ってますね。それもだからライフイベントに帰結とか、人間関係、その社外の、みたいな理由に帰結すると思うんですけど、要は、それこそコロナ始まる前なんて、リモートワークとか、別にほとんどの会社でやってなかったじゃないですか。フレックスとか多少あったかもしれないですけど、どう考えても業種的に無理だよねみたいなところもあったりとか、それがいいか悪いかってないかったじゃないですか。でもいきなりコロナ始まった瞬間にそうなって、で今まだそういう会社があるから、隣の芝生が多いわけですよね。それはじゃあなんでそうなったのかっつったら、いろんなところから仕入れる情報とか、友達とか知り合いとかの情報とか、それでそう見えちゃったわけですし、そんなに一般社員と異なる理由で辞めていくことってあんまりないんですかね？そうですね。理由としては別にないと思いますよ。幹部だから特別にこの理由が入りますとかっていうのは、細かく言ったら、社長との関係性とかになるかもしれないですけど、そうやって別に人間関係って言ってるところと何ら変わらないし、結果が出ないからっていうことも別に変わらないですし、幹部だから特別っていうことはないとは思いますけど、でもあるとしたらそうですね。僕の中では結果が出ないから出そうにないからっていうのが帰結しますけど、やっぱ会社のフェーズが結構大きく変わるとき、方針が変わるときとかは幹部出やすいと思いますね。
どれぐらいで結果って求められるんですかね、幹部クラスになると。その結果を何に設定するかによると思うんですけど、はい、メンバーの時はある程度2つ軸があって、1つは時間軸と行動と結果のパワーバランスだと思うんですよね。はい、例えば役職が上がれば上がるほど、チームが大きくなれば大きくなるほどとか、階層が上がれば上がるほど、行動よりもやっぱり結果、評価されるのとかは、ほとんど結果によっていくわけですよね。例えば僕なんか社長で言うならば、結果100行動0みたいな感じですよ。社外から見たら。結果が全て。誰も行動なんか評価してくれないと。でも新卒の新入社員だったら、いきなり結果求めてもやり方わかんないから、まず行動、やるべき行動をちゃんとやっているかどうかが評価の軸になってするわけじゃないですか。このウェイトがやっぱりとにかく管理職になっていくと、結果のウェイトが大きくなりますよね。っていうのは一つ。でもプレイヤーの時は行動してれば良かったりとか、ある程度行動してれば結果出たんで、でもマネージャーって行動してもやり方間違えると、あんまり結果に繋がらなかったりとかするので、だからやっぱりそのウェイトの違いっていうのと、あとは時間軸。メンバーの時は一生懸命目の前、日時なのか月次なのか、1年ぐらいの単位なのか、結果を出せばいいんで、とにかく目の前の結果をひたすら追うじゃないですか。そこにフォーカスされますよね。でもマネージャーとか幹部になると、両方求められるわけですよ。目の前の結果と、中長期の結果と、両方追っていかなきゃいけないんで、短期の結果が、例えばうちで言うならば、今期、長くても1年単位ぐらいで、今期どういう結果を出してやっていくか。そのために、その結果を出すためにどういう行動をしていくかと。プラス、最低でも3年後ぐらいにどうなってたいか、どういう目標があるかを設定して、3年後のその目標達成のためにする行動。これって若干相反するときがあるんですよね。なるほど。わかりやすく言って、例えば人の育成を考えたときに、目の前だけ考えるんであれば、例えば過剰に人を用意して、要は人員リソースを多めにして、業務をこなすっていうのはやめたいと。だってコストがかかっちゃうから、利益が減りますみたいな。本気利益減りますみたいな。でも中長期で考えたときに、ちょっとこのコストかけても人を育てたいからとか、誰が育ちそうだとか、誰が幹部候補になるかとかって見極めたいから、ちょっと多めにして見ていきたい、育成していきたいとか。よくありそうなのはこういう観点があるじゃないですか。両方やんなきゃいけないわけですよ。メンバーの時は前者をやってればよかったけど、幹部になるとやっぱ両方やんなきゃいけなくて、これもバランスが難しかったりとか、判断基準がやっぱりなかなか難しかったりしますよね。そういう意味で言うと、メンバーから幹部になるとかって仕事内容結構変わるんですよね。なるほど。そこでやっぱりメンバーとして成果を出してたけど、幹部になって成果を出せないっていうのはちょこちょこありますよね。そこのギャップに苦しむんですね。そういう人って一回幹部になりました。ギャップに苦しんで離職します。次のキャリアってどういう風な感じになるんですかね。いやー、知らないですけど、その人によるんだと思うんですよね。よく転職市場でいる、なんか言い方ですけど微妙な人もいて、少なからず例えばじゃあ A という会社でこれなりの役職やりました。で、1年2年勤務しました、3年勤務しましたって言って履歴書に書くと、その会社次第では、働いた会社次第では、次の会社も行けるっていうことも往々にしてあるわけですよね。大体本人からしたら、それを売りにしたいじゃないですか。本人ダメだったってあんま思ってないんで、ダメじゃないかもしれないですけど、アピールしたわけじゃないですか、そこ。そういうのを経歴を盾にして、当然転職したりとかする人はいますよね。なるほど。じゃあそこでこれやってたんだったらうちでもできるでしょうみたいな感じで、雇う側も、そこだけポジティブシンキングだから、思ったりする会社も多いわけじゃないですか。で、行ってみたらなんか、いやー、いまいちだな、みたいな。で、それを繰り返す人も結構いるわけですよ。一回だからどっかのポジションをしたと。どっかの会社でどうのポジションをしたというのを盾にして、同業種とか、それが活かせるような業種で、同じようなポジションを渡り歩いてる人も結構いますよね。で、いつまで続くのか知らんですけど。なるほど。ありがとうございます。優秀な幹部クラスの社員が離職してしまう理由ですけど、前提としてはやっぱり一般の従業員とは理由としてはあまり変わらないと。一つ目人間関係。二つ目ライフイベント。三つ目結果出せないから。四つ目キャリアアップであったりとか。別の動画でもお話しますけど、変わらないなと思います。ちょっとブレイクダウンしていくと、幹部一番多いのは結果が出ないから出そうにないから。そういったことがやっぱ起因して、退職につながるケースっていうのは多いのかなと思います。
皆様からいただくいいねやコメントは大変嬉しく励みになりますので、この動画を気に入っていただいたら、ぜひいいねかコメントをお願いいたします。